一般的な飛行機で太陽の周りを一周するとおよそ6ヶ月半もかかります。太陽という星はそれほど巨大な天体です。ところが太陽系の外に足を踏み出せば太陽が豆粒に思えるほど巨大な星がひしめいています。3DCG を駆使して圧倒的な星の大きさを体感する旅に出かけましょう。僕たちの住む惑星地球。赤道上を一周するには車で約28日、徒歩だと1年近くかかります。地球は小さいと思われがちですが、岩石でできた太陽系惑星の中では最大の星です。金星と地球の直径はほとんど変わりません。金星が地球の兄弟星と言われている理由の一つです。火星の直径は地球の半分程度。地球の陸地の面積をすべて合わせると火星の表面積とほぼ同じになります。それに対して太陽系で最も小さい惑星が水星。直径は地球の 38% しかありません。太陽系の岩石惑星は4つのみですが、準惑星という分類で考えると他にもあります。準惑星で最大の天体が冥王星。2006年に惑星から準惑星になった太陽系の端に佇む小さな星です。水星より小さいにもかかわらず、氷の平原、数千メートルの山脈など豊かな地形を持っています。最大の準惑星である冥王星よりも大きな衛星が月です。月の直径は地球の 27% もあります。惑星と衛星の大きさの比率という側面では太陽系で最大の衛星です。主人である惑星に対してこれほど巨大な衛星は月以外にありません。直径の絶対値で考えると太陽系最大の衛星はガニメデ。木星が従えるガリレオ衛星の一角を担い、その直径は惑星である水星を上回ります。太陽系で唯一固有の磁場を持っている衛星です。地殻の下に液体の水の海が隠れている可能性も指摘されており、興味深い探査対象として注目されています。一方、惑星でも準惑星でも衛星でもない天体が太陽系にはあります。例えば、火星の軌道と木星の軌道の間にある小惑星帯です。これらを構成する小天体は、太陽系が誕生した際、惑星になれずに残ってしまったものと考えられています。その中で最大級の天体がベスタ。小惑星の中で最大級の大きさとはいえ、その直径は地球のわずか 4% 程度です。木星の重力に影響されなければ、さらに大きな惑星へと成長していたかもしれません。太陽系最大の惑星は木星です。その直径は地球の約11倍。木星がバスケットボールほどの大きさだとすると、地球はブドウほどの大きさです。その表面では地球を軽く飲み込んでしまうほどの嵐が何百年も消えずに渦巻いています。木星は太陽系のどの惑星よりも巨大ですが、木星よりもさらに大きな惑星が太陽系の外で発見されています。HATP67b 観測されている中で最大級の惑星です。推定される直径は木星の約 2.14 倍。この惑星の存在はとある疑問に対する
重要な回答を示しています。惑星はどこまで大きくなれるのかという謎です。基本的には惑星の質量が大きくなれば直径も大きくなります。しかし際限なく巨大になるわけではありません。質量に比例して重力も大きくなるためです。質量がある一定のラインを超えると内部に向けて物質が圧縮されていき、直径はそれ以上大きくなりづらくなります。木星の直径は理論上惑星が大きくなれる限界の値にかなり近いと考えられています。その木星よりさらに倍も大きい惑星が存在する背景には特別な理由がありました。HATP67b と主星の距離は太陽から水星までの距離の約6分の1。恐ろしく近い距離から恒星の強力な熱や放射にさらされ続けています。当然のごとく惑星の温度は上昇。熱気球が内部の空気を温めることでふわっと広がるように HATP67b の大気も急激に膨張します。大気が膨らんだ分、惑星が大きく広がって見えます。質量は木星よりも軽く、密度は極端に低い、綿あめのように膨らんだガスの塊です。あまりにも大気が膨らみすぎると、自身の重力で引き止められなくなり、表面から剥ぎ取られていきます。HATP67b に残された時間はそう長くありません。大気を失った後、1億5000万年から5億年後には主星に飲み込まれるか破壊されると推測されています。どんな惑星でも無限に大きくなることはありません。しかし同時に必ずしも惑星より恒星の方が大きいとも限りません。観測された中で最も小さい恒星の直径は太陽のわずか 8% 程度。土星とほとんど変わりません。この恒星はより巨大な恒星と重力で結びつき、互いの周りを回っています。土星とほぼ同じ大きさの天体が恒星になれた一方で、木星は恒星になれなかった。その理由は質量にあります。水素をヘリウムに変える核融合反応によってエネルギーを生み出すのが恒星です。核融合反応を維持するためには高い圧力と温度が必要となります。この恒星の質量は木星の約85倍。重力は地球で人間が感じる重力の約300倍です。これだけの質量があれば、中心部の圧力と温度は極めて高くなり、木星より直径が小さくても核融合反応を維持できます。もしこの星がもう少し軽く生まれていたら、恒星にはなれなかったかもしれません。木星とは比べ物にならないほど重いにもかかわらず、木星と同じくらいの大きさしかない天体もあります。褐色矮星。質量は木星の13倍から80倍。惑星よりはるかに重いものの、核融合反応を安定して維持できるほどではない。いわば惑星と恒星の中間にあたる特殊な星です。それゆえに、恒星になり損なった天体と表現されることもあります。可視光では非常に暗く、その発見は困難です。このように、恒星の一生は誕生した時の質量で決まります。恒星の中でも質量が特に小さく、温度の低い星は赤色矮星と呼ばれます。代表的な星が、太陽系から最も近い恒星、プロキシマ・ケンタウリ。太陽の約7分の1ほどの大きさしかない小柄で暗い恒星です。赤色矮星は質量が大きい恒星よりも燃料をゆっくり消費するため、その寿命は1兆年を優に超えると考えられています。他の星が次々と死んでいく中、赤色矮星は
ほとんどの天体よりも長く生き続けるでしょう。生涯で最も輝きを放つ時期を過ぎた恒星は、やがて全く違う姿へと変貌します。その例がシリウス B。夜空で最も明るい恒星シリウス A の隣でかすかに輝く星です。シリウス B のような恒星を白色矮星と呼びます。その正体は、かつて太陽のように輝いていた恒星が燃料を使い果たし、最後に残った星の死骸です。シリウス B の直径は地球よりわずかに小さい程度。その中に太陽ほどの質量が押し込められているため、想像を絶するほどの密度になります。白色矮星のシリウス B、地球。観測史上最小の恒星、木星、褐色矮星、赤色矮星のプロキシマ・ケンタウリ。観測史上最大の惑星。そしてこれが最も身近な恒星、太陽。太陽は太陽系にあるすべての天体の質量のうち 99.8% を占めている星です。惑星も衛星も小惑星も水星も、太陽系のあらゆる天体が太陽の重力に支配されています。地球が1時間弱で受け取るエネルギーだけで、人類が1年間に消費するすべてのエネルギーを賄います。太陽という天体は、それほどまでに圧倒的な星なのです。現在の太陽は、時系列星と呼ばれる安定した段階にあります。水素の核融合によって光り輝く恒星の一生の大部分を占める期間です。太陽と同じ時系列星の段階にある恒星がシリウス A。太陽から約 8.6 光年の距離に位置する夜空で最も明るい恒星です。直径は太陽のおよそ 1.7 倍。青白い光を放つ太陽よりも若い星です。太陽やシリウス A が過ごしている時系列星の時代は、燃料である水素を使い果たすことで終わりを迎えます。次に待ち受けているのは急激な膨張。誕生した時の質量に応じて100倍もしくはそれ以上の大きさに膨れ上がっていきます。これが赤色巨星と呼ばれる進化の末期です。まさにこの段階にある恒星がアークトゥルス。直径は太陽のおよそ25倍。50億年後から60億年後には、太陽も中心部の水素を使い果たし、膨張を始めます。アークトゥルスは太陽の未来そのものです。オリオン座には大きさが一桁違う怪物のような恒星が潜んでいます。青白く輝く超巨星リゲル。直径は太陽のおよそ80倍。太陽の8倍から9倍を超える大質量の恒星が行き着く未来の一つです。重い星ほど寿命が長いように思えますが、実際は逆です。水素が多いと中心部が高温になるため、核融合反応が激しくなり、燃料を凄まじい勢いで使い果たしてしまいます。特に短命な星だと、たった数百万年程度しか生きられません。同じ超巨星でも、こちらはさらに巨大で、かつ不安定です。オリオン座の肩で赤く光る星、ベテルギウス。直径は太陽のおよそ700倍。ケフェウス座 RW 星。推定された直径は太陽の900倍から1760倍。もしこれらが太陽の位置にあれば、火星の軌道を優に飲み込みます。もはや太陽系のスケールには収まりません。これほどの規模にまで膨れ上がると、
恒星の輪郭がさらに曖昧になります。内部から湧き上がるガスによって荒れ狂う海のように波打つ表面。時には大量の物質を宇宙空間に放出し、それが塵の雲となって自身の光を隠すこともあります。このような大質量の恒星の多くは静かに生涯を終えることは許されていません。膨張し、揺らぎ、物質を激しく吹き出しながら超新星爆発という壮絶な最後に向けて進んでいきます。これが観測史上最大の星と言われることが多いスティーブンソン2-18。地球から約19000光年離れた星団の近くに位置しています。意外にも太陽系の身近な場所に潜んでいた超巨星。その直径は太陽のおよそ2150倍と推測されています。太陽を100億個近く飲み込めるほどの途方もない大きさです。スティーブンソン2-18の赤道を一周するだけで高速ですら8時間42分もかかります。これは光が太陽からカイパーベルトの外側付近まで到達できるほどの時間です。同じ距離を飛行機で一周すると1191年もかかります。平安時代の初期、空海がこの世を去った年に飛行機で地球を旅立ち、2026年にようやく星の周りを一周することができます。あまりに大きすぎて全体を視界に収めることすら難しいでしょう。スティーブンソン2-18を太陽の位置に置いたら、その表面は土星軌道にまで及びます。太陽系の惑星は2つを除いて全て飲み込まれます。かろうじて残された天王星と海王星もかつて経験したことのない高温にさらされ、全く別の世界に変貌するかもしれません。太陽の2000倍を超える星が実在する。宇宙の底知れなさを人間に実感させるには十分すぎる現実です。しかし、ここで一つ疑ってみる必要があります。これほど巨大な恒星が本当に存在できるのかと。地球には地面があります。木星のようなガス惑星でさえ、観測上の基準となる雲の巣をもとに大きさを定義できます。それに対して恒星はいわば外側へ薄く広がったガスの塊です。地球や木星の直径のように明確な境界線がありません。水蒸気や一酸化炭素などを含む分子の層でコーティングされ、その外側には放出されたガスや塵が漂っています。進化の末期に膨張した恒星の場合、この特徴はさらに顕著です。膨らみすぎた体を自身の重力で維持できなくなり、外側のガスが宇宙空間に漏れ出ていきます。そのようなぼんやりした対象の大きさを数百光年、数万光年先から見極めるのは今の観測技術でも容易ではありません。どれくらい地球から離れているのか、どこまでを星の本体とみなすのか、どの光の波長で観測するのか、星の直径を左右するあまたの要因が観測結果を大きく狂わせます。宇宙最大の星を探せば探すほど、大きさという定義そのものが曖昧になっていくのです。観測数値は水物ですが、この宇宙には無限に思えるほどの星の海が広がっています。人類が大きさの推定値を割り出せている恒星は天の川銀河の中にある星のみです。天の川銀河には1000億を超える星があり、このような銀河が観測可能な宇宙には2兆個もあると推測されています。これほどの数の星があるのだから、太陽の5000倍、1万倍、あるいはもっと大きな恒星が存在しないという方がおかしい。あなたはそう思うかもしれません。ところが、意外にもそうではないかもしれないのです。
惑星の大きさに天井があるように、恒星にも成長できる限界が決まっているという研究があります。日本の物理学者が提唱した林限界と呼ばれる理論です。恒星の大きさは内側へ縮もうとする重力と外側へ膨らもうとする圧力のバランスで決まります。星が膨張すると表面積は大きくなります。それに伴い同じエネルギーを広い面積から放つようになるため表面温度は下がります。林限界によると表面温度が約2500ケルビンを下回ると内側へ働く力と外側に働く力のバランスが崩壊します。表面温度が約2500ケルビンを下回らない大きさの目安として示されたのが太陽半径の1500倍。この理論に従うなら太陽半径の1500倍を超える恒星は自身の形を保てない可能性があります。つまり惑星と同じように恒星にも安定して構造を維持できる限界の大きさがあるということです。一方で2025年の論文では大質量の恒星の直径は太陽の数千倍に広がる可能性があるとも示されています。どれほど巨大な恒星も物理法則と観測限界の境界に浮かぶ非常に不確かな存在です。宇宙最大の星は僕たちが夢を馳せるほど大きくないのかもしれません。ただそれはあくまでも現在の宇宙の話。宇宙がまだ若かった時代には今とは全く違う条件で桁外れの星が生まれた可能性があります。2013年アストロフィジカルジャーナルでこのような論文が発表されました。ビッグバンから数億年後の宇宙における超大質量の星の形成過程について研究したものです。初期の宇宙では銀河の中心に大量のガスが流れ込んでいました。場所によっては星が自分の重力で縮むよりも早く外側からガスが降り注いだと考えられています。普通ならガスの塊は重力で収縮し中心部で核融合を始めて恒星になります。ところがあまりにも激しい勢いでガスが流れ込んでいくと星が自身の重力で縮むよりも速いスピードで膨張していったとされています。こうして生まれたのが超大質量の原始星。太陽の2万倍に達する恒星が初期の宇宙に存在していた可能性を示しています。その大きさはスティーブンソン2の18の推定直径のさらに10倍。太陽から冥王星までの平均距離のほぼ5倍に達します。人類の想像をはるかに超える怪物級の恒星。本当に存在するかは現在も議論が続いています。宇宙初期の特殊な環境が作り上げた幻の天体なのか、それとも今もどこかで静かに輝いているのか。その手がかりを得るための技術は飛躍的に進歩しています。これまでの常識を覆す天体に出会える日は案外近いのかもしれません。